はい、皆様こんにちは。法華経の話第50回です。この動画も50回となりました。皆様にはいつもご視聴いただき誠にありがとうございます。思いがけず多くの皆様にご視聴いただき本当に嬉しく思っております。法華経の概略はいろいろな媒体で紹介されていますが、実際の中身ではどういうことが示されているのかをお話しできればと思い、シリーズとしてはとても長くなっていますが、今後も同じような形で続けていければと思っています。皆様今後ともよろしくお願いいたします。では今日の内容です。今日はタイミングよく心下本第4に入っていきます。その前に比喩本といいますか、ここまでの流れを簡単に振り返ってみましょう。まず序本第1で、これから妙法蓮華経という素晴らしい教えが説かれますよということが示されました。続いて方便本第2に入りまして、方便本第2では仏の教えはとても奥深く到底到達できるようなものではない。だからこそ真というものを大事にしなさいということが釈尊によって示されます。そして仏様は一仏上へ導くために様々な教えを説いてきた。逆を言えば今まで説いてきた教えは一仏上を説くためであるから、この一仏上を信受しなさい。いわゆる解散見一というものが示されるわけですね。そして比喩本に入って舍利弗は釈尊の説かれたことを正しく理解したことを宣言し、方便本で説かれたこと、それを正しく理解しましたということを宣言し、それに釈尊は補足を加えて、そして舍利弗が未来世において成仏すること、仏になることが約束されるわけです。続いて舍利弗以外の聴衆のために重ねて教えを説いてくださるように舍利弗自身が願い出て、それを受けて釈尊が説かれたのが三者家宅の例えでした。その三者家宅の例えという教えを聞いて、舍利弗からバトンを受けた聴衆がその教えを受け止めた内容を釈尊に申し上げるのがこの心下本第4になります。では早速心下本第4に入っていきましょう。心下本第4はこのように始まります。その時、妙守菩提と摩訶迦千年と摩訶迦葉と摩訶目犍連は、その時長老の守菩提と迦千年と迦葉と目犍連はとこう始まります。今回の登場人物は四大正門と呼ばれる4名の修行者です。この守菩提、迦千年、迦葉、目犍連に関しては以前の動画でご紹介しておりますので、そちらをご覧ください。この4人は釈尊の現世の弟子の中でもベテラン中のベテランです。そのベテランの人たちが比喩本の三者家宅の例えを聞いて真の仏の教えを聞くことができたと喜び、そして稀有の心を起こし歓喜し予約す、何とも言えない不思議な心持ちとなり、大喜びして踊り上がりましたと、こうあるわけです。とても想像すると微笑ましくなりますね。ベテランの修行者たちがやったーって踊り上がって喜んだんですね。そして釈尊に改めて申し上げるわけです。我らは僧の主に居し、年並びに熊井せり。私たちは教団の上座にあって皆年老いています。自分たちが年配、年を取ってしまったということを申し上げるわけですね。それで自分たちの悟ったところに執着して釈尊の声が耳に入らなかったというわけです。この熊井せりは後でも出てきますね。年取ったからというのがなんだか言い訳っぽくって、でもこれ本音のとこなんだろうなという人間味があって面白いなというふうに思います。年を重ねても人の言葉に耳を傾けられる人間でありたいなというふうに思います。とはいえ四大正門ですらできなかったんですから、とても難しいことではあるのかなとも思います。それでもう自分たちは今のままでいいやと、四大正門たちは別に
特別今のままで満足してるからもういいやと思っていたというんですね。ところが、釈尊と舍利仏のやりとりを聞いて思いがけず真の悟りの教えを聞くことができたというんですね。それを無料の珍宝を求めざるにおのずから得たり、まるで無料の価値のある宝物を求めてもいなかったのに自然に得られたような気持ちですと、こう例えるわけです。後で無常法寿、不具自得とも出てきますが、彼らは思いがけずとても素晴らしい宝を得ることができましたと釈尊に申し上げるんですね。この思いがけずというのがとても面白いなというふうに思います。皆さんと見てきたように、方便本では舍利仏はとても苦労してやっと釈尊から教えを説いてもらったんですね。ところが横で聞いていたこの四大将門たちは、棚からぼたもちという感じでしょうか。これはよくあることで、ある程度の役目というものはあるのかなと思います。苦労しても最初の最初を切り開くという人は、これは苦労は多いですが、得ることも多いと思います。そして四大将門はここから長者宮司の例えという比喩をもって自分たちが受け止めたことをこの四大将門自身が釈尊に申し上げていくことになります。今回は比喩全体の話をしまして、次回その解説をしていきたいというふうに思います。比喩はこのように始まるんですね。例えば人あって年すでに幼稚にして父を捨てて上勢し久しく他国に従し、あるいは10、20より50歳に至る。例えばある人がいて幼い時に父を捨てて逃げ去り、長い間他国に住んで10年、20年、さらに50年にも及びましたというんですね。ある人が幼い時に父親に叱られたからでしょうか、家出をしてしまったというんですね。で、この人はそれなりに成長しましたが、大変生活が貧しく、あちこちを放浪した挙句、偶然生まれた国に戻ってくるわけです。で、その時にこの人は自分が生まれた国も忘れていたというんですね。一方、父親は大変に裕福であり、ありとあらゆる財宝に囲まれた生活をしていました。しかし、幼い時に家出した子供のことがずっと気がかりだったというんです。しかし、そのことをただ自ら注意して心に悔恨を抱く。ただ自分一人の胸にしまい込んで、いつも悔やみ悩んでいました。とあるんですね。そして父はいつか我が子と再会し、自らの財宝を譲り与えることができたら、どれほど幸せなことであるかと思っていたというわけです。そのような時、貧しい子供は知らず知らずのうちに父が住んでいる城にたどり着くわけです。この子供は何か仕事を分けてもらおうと思ったんですね。しかし、ちらりと見えた父の偉大な様子、この時、この子供はこの父のことを自分の父だと分かっていないのですが、この父の偉大な様子に恐れおののいてしまいます。何せ、ものすごい豪華な椅子に腰掛けて、多くの修行僧や武士や商人たちが彼を敬い、多くの従者が付き従い、その周りは香水や多くの美しい花々で彩られていたからですね。確かにそれは子供でなくてもビビっちゃうかもしれません。宮司は父の大力性あるを見て、すなわち苦苦を抱き、貧乏な子はですね、長者の父のそのような豪勢な姿を見てたちまちに恐怖に襲われ、次のように思ったんですね。この人は王様にも等しい力を持つ人間だろう。自分がここで働くことなんてできない。働いても虐げられるだけかもしれない。この子供は単純に貧乏になった、貧しくなったというわけではなくて、心まで卑しくなってしまった。心まで貧しくなってしまったようなんですね。そして、苦苦を抱いて、遠く走って去りぬ。このように思って貧乏な子は、その場を即座に走り去っていっちゃうわけです。ところが、長者である父は、そこにいた貧しい子をすぐに自分の子供であると悟ったわけです。念願であった子供との再会を果たせるかもしれない。父はとても喜んで従者を使わせ、その貧しい子供を連れてくるように伝えました。ところが、
宮司は驚愕してあだなりと称して大いに呼べり。貧乏な子は大いに驚いて恐怖の声を大きく張り上げ、私は何も悪いことはしていないのにどうして捕まえようとするのかと叫んだというんですね。従者はそれでも捕まえて引き連れて行こうとしましたが、貧しい子は必死に抵抗し、そして気絶をしてしまいました。父はその様子を見て従者に伝えます。もうよい。無理して連れてくる必要はない。冷たい水を顔にかけて気を取り戻させよ。また何も話しかけたりしてはいけない。父は子供があまりにもすさんだ生活をすることで心まで貧しくなっていたことに気づいたわけです。そして貧しい子は元の生活に戻っていきました。これを受けて父は、その時長者はまさにその子を誘引せんと欲して方便を設けて、ちょっときに長者はその子を誘い入れようと考え、巧みな狂気の手段を用いて、少し疲れた様子の従者を2人使わせ、貧しい子に2倍の賃金を払うから、汝を雇うことは悪多を払わしめんとなり、便所掃除の仕事を一緒にするのだと誘わせたんですね。疲れた様子の従者を2人使わせ、貧しい子に2倍の賃金を払うから、一緒にまずは便所掃除から始めなさいということを誘わせるわけです。そしてその貧しい子は2人の従者と共にトイレ掃除ですね、便所掃除を始めたんです。次に父は自分の立派な衣服などを脱ぎ捨てて粗末な着物に着替え、なんと自らも貧しい子の傍らで便所掃除を始めるんですね。そして皆に、なんじら、なんだち、ごんさして下足すること、売ることなかれ。みんな真面目に働いて怠けてはいけないよと語りかけていくんですね。そして父は貧しい男に、汝に値を加うべし、あなたの給与も必ず上げてやると、給料を高くしてあげると。そして、自ら疑いはばかることなかれ、何も心配することはないんだぞ。だからどこにも行くんではないぞと。また、周りにお前を助けてくれる人間もいる。そして、我は汝が父のごとし、また憂慮することなかれ。私はお前の父のようなものなんだ。あれこれと思い煩う必要などないからな、とこう告げるんですね。で、ここではまだあくまで父のごとし、父であるとは言わず、父のようなものだと、こう長者は言うわけです。また、この貧しい子は大変に一生懸命働く子であったようで、他の使用人たちは仕事中にごまかしたり、怠けたり、怒ったり、恨んだりするが、お前にはこれらの悪いところが一切見えない。これからは、お前は私の実の子供と当然だと、父は貧しい男に伝えるわけですね。そして父はその貧しい男に、これを名付けて子となす。息子と、自分の息子という名前もつけてあげるわけです。貧しい子はその扱いをとても喜びましたが、しかし自分はまだ貧しい人間であるという思いが抜けず、長い間便所掃除を続けるんですね。そしてそのうちに貧しい子は父の城に出入りするようになります。そうこうしている間に、父は自分が病気で先が長くないことに気づき、貧しい男に語りかけるわけです。お前に私の莫大な財産の管理をさせようと思う。すると貧しい子は適切に、また決して不正なく父の財産を管理しました。しかしそれでも貧しい子は自分は貧しい男であるという思いを捨て去ることはできないんです。そしてとうとう父は自分が命が果てる時になって、親族、国王、大臣、貴族、長者の人々を集めるようにその子に命じ、その呼びかけに応じて参集した人々に向かって次のように告げました。諸君、まさに知るべし、これはこれ、我が子なり。皆さん、心して知ってもらいたい。この男は私の子です。昔離れ離れになり、心を尽くしていろいろと尋ね探しましたが、ここに来て偶然、にわかに再会することができました。この子は私の実の子供である。私は実の父親です。今私が所有しているすべての財産は皆この子に譲ります。これから先、財産の出し入れはすべてこの子が管理します。貧しい子は
この父の言葉を聞いてとても喜びました。我はもとより心に危惧するところあることなかりき。私は本来こうしたことを願ってもいなかったのに、今素晴らしい宝を得ることができました。貧しい子は父を父として、父は貧しい子を子として財産を譲り与えることができたわけです。これが長者宮司の例えです。さて、この比喩がどんなことを意味するのか、それは次回お話ししていきたいと思います。子供が心まで貧しくなってしまっていること、父と子のすれ違いが続くこと、父がとにかく手を尽くして子を救おうとすること、その時には途中にも出てきましたが、やはり方便というものがありました。そして貧しい男が、貧しい子がいつまでも貧しいその思い、貧しい心をなかなか捨て去ることができなかった、そういった表現もありました。長者宮司の例えは何とも心に響く比喩であると思います。昔からいろいろな作品の中でも語られてきた比喩ですね。次回また詳しく話してみようと思いますが、もちろん父というのは大変立派な方として表現されています。なぜならそれは仏様のことを例えているからですね。ですから自分が親としてこの父のような、この長者のような振る舞いができるかといえば、それは仏様を例えているのですから、これは非常に難しいと思います。一方でこの比喩はこの立場で見ていくといろいろなことがわかるというふうに思います。私たちは皆ですね、どれほど年老いていても、どれほど若い者であっても、皆子であるという存在なんですね。この立場であるわけです。そういう意味でもこの比喩はこの貧しい子、貧しい男の立場になって見ていくと、いろいろな意味を読み解いていくこともできるのかなというふうに思います。ということで続きは次回とさせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。